Bonjour! このチャンネルではセーヌ川にまつわる動画をいくつかお届けしてきました。セーヌ一人旅と題したシリーズでは2001年6月にパリからディジョン、そして田園を走る路線バスに乗ってセーヌ川の源流を私が初めて訪ねた日のことをご紹介しています。今回の動画はその日のお話の締めくくりです。6月21日夏至の日、結局丸1日をセーヌの源流域で過ごすことになった私は、ディジョン行き午後6時台のバスに乗るために、ポールさんとモニークさんの家を出発しました。木の門のところでお二人にさよならを言いました。そこから森へと続く道を歩き出しましたが、振り返ると二人は門から出て腕を高く上げて手を振りながらずっと私を見送ってくれていました。なだらかな上り坂になった道で、私も何度も振り返りながら、その度に小さくなっていく二人に手を振ります。私の姿が見えなくなるまで手を振り続けてくれた二人。こちらからも二人の姿と源流の家は木立に隠れて見えなくなってしまいましたが、もしかしたら木立の隙間から見えているかもしれないと、私は帽子を持った手を高く振り上げながら歩きました。そうしてわけもなく目が潤んでくるのでした。うっそうとした森の中の道を40分ほど歩いてバスが通る一本道に出ます。朝降りた場所に立ち、こちらの存在をちゃんと認めてもらえるように少し車道に踏み出してバスがやってくる方に目を凝らします。田園の丘の上、まっすぐに伸びた幹線道路には人の姿はありません。ここを通るのは車だけですし、まずそのほとんどが地元の人でしょうから、結構なスピードで通り過ぎていきます。私が乗ろうとしていたのは、朝、昼、晩と1日に3本しかない路線バスの最終便。これを逃せばディジョンに帰れなくなるわけで、何としてもバスの運転手さんに気づいてもらわなければなりません。私の姿がわからなければ、バスはあっという間にこの場所を通り過ぎてしまうことでしょう。しばらくして道の遠くの方に背の高い車体、バスらしき姿を認めると、私は帽子を振り上げて合図をしました。すると幸いにしてバスはすぐに気づいてスピードを落とし、路肩に近づきつつ止まってくれました。フロントガラス越しに見えた運転手は、なんと今朝ディジョンからここまで私を乗せてきてくれたあの女性の運転手さんでした。ドアが開いてステップを登って乗り込む私に運転手さんが言います。怖くなかった？無理もありません。東洋人の女が一人、こんな田舎の
見渡す限り何もないところで降りてしまって、一体何をするつもりなんだろう、大丈夫なんだろうか、と、朝の彼女の顔にはそう書いてありました。のの？いいえ、と私はにっこり笑って彼女に返しました。ところで、フランスで夏至の日といえば、フェットドラミュージック、つまり音楽のお祭りの日です。プロもアマチュアも、とにかくこの日は街の至るところであらゆるジャンルの音楽を繰り広げていいということになっています。パリなどでは路上で楽器を奏でる人がいたり、カフェの前でバンドの演奏があったり、ちょっとしたスペースで太鼓のリズムに合わせて踊りの輪ができていたりと、お祭り騒ぎは夜中まで続きます。私が乗ったバスの終点はディジョン駅ですが、そこから街中を抜けてホテルに戻ってくる間にも、フェットドラミュージックの賑わいがディジョンの街を満たしていました。前の日の晩と同じように、私はホテルの1階にあるブラッスリーで食事をとることにしましたが、その店の前にもオーディオシステムがセッティングされています。そこでマイクを握り、フランスの夏メロを歌っている女性はかなり上手で、歩行者天国のようになった道でたくさんの人に囲まれていました。見ている人たちも女性の声に合わせて時に一緒に歌っては拍手喝采。日暮れの遅い夏至の日とはいえ、街灯が灯り始め、ブラッスリーのテラスの明かりも陽気な人々の顔をオレンジ色に染めています。私はといえば、一人のテーブルでその心地よい喧騒に身を委ねつつ、清らかな土地の風景を、そして予想もしなかった今日一日のことを反芻していました。国中が音楽で盛り上がる日と言っても、あの土地には多分無縁のことでしょう。ご夫妻はおそらくいつもと変わらない夕げの時間を迎えているに違いなく、二人が暮らす森の中は静寂そのもの。しっとりと濡れたような夜の闇が、木々を、緑の泉を、そして女神の洞窟を、深い深い眠りに誘っていることでしょう。